消費税が 1% になったらどうなるのを税理士が最速で解説。皆さんこんにちは。ファイヤ税理士の秋です。こんなニュースが出ました。政府内で食品の消費税を 1% とする案が有力になっている。高市首相が公約に掲げたゼロへの引き下げが2026年度内は難しくなり、まずは 1% という現実界が浮上している。日経新聞や東京新聞なども相次いで報じていますね。皆さんはこのニュースもう見ましたか？今日のテーマは、じゃあ本当に 1% になった時私たちの生活はどうなるのです。ただし今日はいつもと少し違う構成でやります。うまくいったシナリオと失敗したシナリオ2つに分けてお話しします。そして最後に海外の事例をもとにどちらの可能性が高いかの結論を出します。ちょっとドキドキする内容ですが、知っておいて損はないのでぜひ最後まで見ていってください。第1章、そもそも今の状況を整理しよう。まず現状の確認からです。今の日本の消費税は 10% でも食品については2019年から軽減税率が導入されていて 8% になっています。品目現在の税率、食品、飲料、外食、お酒を除く 8%、外食種類 10%、その他の商品サービス 10%、そこに今回の政府案 1% への引き下げが浮上しているわけです。 8% から 1% なので差は7ポイント、かなり大きな変化です。そして注目すべき点が一つあります。この案は2年間限定とされています。つまり恒久的な制度ではなく時限措置として導入する方向で議論が進んでいます。なぜ 1% なのか、ゼロではダメなのか。これはスーパーのレジのシステム改修や請求書の対応など業者側の準備が間に合わない。そしてゼロにすると消費税の仕組みとして様々な問題が生じるという事情があります。 1% なら今のシステムに近い形で対応しやすいという現実的な落としどころなんですね。第2章、家計へのインパクト、数字で見てみよう。では 1% になると家計はいくら変わるのかシミュレーションしてみましょう。日本の平均的な家庭の月の食費はおよそ7万円前後。この数字をもとに計算します。現在 8%、7万円かける 8%、税額5600円。 1% になったら7万円かける 1%、税額700円。差額は月に約4900円。年間では約58,800円。つまり約6万円の節約になる計算です。毎月の食費が実質5000円近く安くなる。これはインパクトがありますよね。物価高が続く中、食費は毎月かかるものだからこそ額が小さく見えても積み重なると大きい。でも本当にこの6万円が私たちの手元に届くかどうか、これがまさに今日の本題です。第3章、2つのシナリオに分岐。ここから先は2つのシナリオに分けてお話しします。シナリオ A うまくいった場合、シナリオ B 失敗した場合、それぞれのシナリオで何が起きるのか具体的に見ていきましょう。第4章、シナリオ A うまくいったケース。まずうまくいったシナリオから価格がきちんと下がる。スーパーやコンビニが 1% 分をしっかり価格に反映させ、棚の値札が下がる。198円のお弁当がといってもわずかな差ですが税込みで数円安くなる。これが日常のすべての食品で起きれば家計にとって着実なプラスです。消費が活性化する。食費が浮いたわけ、消費者が他のものに使う。外食に行く回数が増える。ちょっといいものを買う。経済全体に好循環が生まれます。物価高の緩和に効く。今食品の価格は大幅に上がっています。お米は一時前年比 30% 超の値上がりが話題になりましたよね。税率を下げることで急激な物価上昇を少し和らげる効果が期待できます。低所得者層に特に恩恵。消費税は収入に対する税の割合が低所得者ほど高くなる逆進性という問題があります。食品の税率を下げることで生活費に占める食費の割合が大きい低所得世帯ほど相対的に大きな恩恵を受けられます。このシナリオが実現すれば家計の実質的な底上げになる理想的な政策効果です。第5章、シナリオ B 失敗したケース。では次に失敗したシナリオです。価格が下がらない。税率が 1% になってもスーパーやメーカーが価格を据え置いたとしたらどうなるか。この場合減税分の恩恵は消費者ではなくお店や企業の利益になります。これありえない話ではないんです。今食品メーカーも小売業者も
原材料費の高騰、人手不足、物流コスト上昇で利益を圧迫されています。税率が下がってもその分を価格に反映せずコスト吸収に使うという判断を下す業者が出てきても不思議ではありません。社会保障が削られる食品の消費税 8% から国が得ている税収は推計で年間数兆円規模。1% に下げれば大部分が失われます。この穴は何かで埋めなければなりません。社会保障の給付を減らす、医療費の自己負担を増やす、他の税を上げる、どれも痛みを伴う選択肢です。食費は安くなったけど医療費が増えたという本末転倒の事態も起きえます。2年後に元に戻る。そもそも今回の案は2年間限定です。2年後に 8% に戻るとなれば業者側は値下げシステムを入れまた2年後に戻すという対応コストがかかります。そのコストが最終的に商品の価格に上乗せされる可能性もゼロではありません。制度的に一時しのぎで終わるなら根本的な物価対策にはならないという批判もあります。第6章、海外の事例。どちらが現実に近いか。さて2つのシナリオを見てきました。実際のところどちらの可能性が高いのか。ここで海外の事例を見てみましょう。ドイツの事例。2020年コロナ禍の景気対策として2020年7月から半年間消費税付加価値税の軽減税率を 7% から 5% に引き下げました。その結果はドイツの IFO 経済研究所の分析によればスーパーの小売価格の実際の下落は 1.3% にとどまりました。減税分に対する家計への恩恵は約7割、3割は企業側にとどまったとされています。価格を据え置いたお店は減税分を利益として内部留保していたとみられています。イギリスの事例。2008年リーマンショックを受け2008年12月から13ヶ月間消費税にあたる付加価値税を 17.5% から 15% に引き下げました。英国の財政研究所 IFS は減税開始から数ヶ月後には小売価格が上昇基調となり減税前の価格に戻る商品も出た。効果は期待よりやや少なかったと分析しています。日本への示唆。東京財団の森信重シニア政策オフィサーは日本のケースについてこう指摘しています。物価上昇と人手不足の中で小売業者が減税分の価格引き下げを行うかは極めて疑わしい。今の日本はまさにドイツやイギリスがその当時に抱えていたのと似た状況。物価高コスト高の環境です。つまり海外の先行事例を見るとシナリオ B に近い展開、すなわち価格転嫁が不完全に終わる可能性が高いというのが現実的な見通しです。まとめ。それでは今日のまとめです。政府内では食品消費税を 1% に年間限定とする案が有力。日経東京新聞等が報道。家計への計算上の恩恵は月約4900円、年約6万円。うまくいけば物価高の緩和、低所得者層の支援、消費活性化が期待できる。失敗すれば減税分が企業利益に消え社会保障財源も減り家計へのメリットは限定的。ドイツイギリスの先行事例では価格への転嫁は7割前後にとどまった。つまり正直に言うと制度として減税が実現してもそれが本当に私たちの食卓に届くかどうかは政府がどこまで価格転嫁を監視義務付けるかにかかっています。今後法案の中身が出てきたらぜひチェックしてみてください。価格転嫁の義務付けや監視の仕組みがあるかどうかがこの政策が本物かどうかを見極めるポイントです。もしうちの食費ではいくら変わるのをと知りたい方はコメント欄に月の食費を書いてもらえれば一緒に計算しますよ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。